疫病退散を祈願して巡る篠栗四国88カ所霊場巡り。初日から本格的な山道に、そんな覚悟で臨んでなかった僕らはなかなかの大ダメージ。疲れからか人を思いやれなくなり、失敗を責める悪循環が目立ち始める。後半には天候にも嫌われ、ずぶ濡れになりながらなんとか1日目の折り返しまで到着。前回の放送までで88カ所のうち16カ所を巡って祈願。今回は昼食を済ませて47番札所へ向かうところからご覧いただきます。ゴリパラ篠栗お遍路第3話、どうぞ。よし、1日目の、ここは折り返しです。ちょっとスピード上げないとダメかも。だって6時間7時間かけて半分ってやばいよ。ジャンボタクシー乗りたい。こう歩いた方がやっぱコロナがなくなるってことですか。ですよね。一応確認なんですけど、一応お参りはどっちみちするけど、歩いた方がコロナがなくなるってことでね。確認の作業なんですけど。村出ししたんだよ。斉藤君どうした？茶色いなんかもうちょっとうんち漏らしてる。しかぶってる？かぶってる感じ。可能性あるな。分からん。でももう絶対してないと言えないわ。出てるかもしれない。よう覚えてる。あ、でもここ書いてないけどよ。ね。いいぞ。俺来た道覚えるの得意なんですよ。なるほどね。先のことは考えてないけど。斉藤来た道覚えてないもんね。だから俺とお前が組んだらもう最高ってこと最高よ。だよ。なるほど。その割に20何年売れてないけど。今日は大浴場あんのかな。今日ちょっと泊まるとこが気になってきましたね。どういう感じなんですか。お遍路さん用のやつなんですか。そうです。西鉄グランドとかまで戻ります。いやいや。施設グランドか。俺も今年の7月4日で10周年でしたわ。ああ、10年ですか。10年早いな。結婚式のトムさんが作った VTR かっこいいね、オープニング。いや俺もトミさん作ってもらった。ね。じゃあお互いちょっと見てもらいましょうか。いやかっこいいよ。こちらです。お問い合わせは9までですね。こっちは取った方がいいですよ。見つめ直すお遍路でもあるからな。そうですね。やっぱ10年突っ走ってきたからな。噛んでるやん。噛んでるやん。うわ、なんか洒落たカフェで可愛い女の子とシャツ着た男がいるな。ドーン。帰り脱輪しねえかな。今日は願っちゃダメだよ。そうだよ。ちょっとこれ持ってるんで、なんか力を持った感じになって。あとゴリさんもほぼ裸。気をつけてください。これダメだわ。ギリギリ。これで隠してる感じになってるからダメだよ。セクシーだよ。これでもフルバージョンは DVD かもわかんないですね。本当に。考えんでいいって。いや、まあオンエアするんですけど、膨大だもん素材が。ダイジェストと DVD ですか。ゴリさんも乗らないって。商売の話はみんなすぐ乗ってくるからな。おお、それだ。47番札所。見立て性から47？ 47書いてるね。よっしゃー。足痛いね。足が痛くなってきたね。一応今、うわ、何歩いった。この家とかすごいな。大きい家はちょっと憧れるな、やっぱ。家族のソーシャルも取れるしさ。家族でそうしてって何。でそれ別に近くていいじ近くていいとも限らないんだよ。ゴリさん、ずっとついてたよ。ゃん。なんで泳がしたのよ。いやもうトミさんが。トビさんが意地悪だわ、もう本当にかん。気づいてたんを泳がすトビさんはね、ちょっとダメ、やんでるよ。やんでる。ビビビビってもう待ってるパトカーや。一個はどういう今日スタイルなんですか。なんか個室ですか。その宿貸し切りです。一人一部屋ですか。もちろん。おう。なんでそれ聞いた？いや、2泊あるんで、やっぱもうちょっと俺のリミット超えてるんで。矢野はやっぱ2泊3日やからちょっと怖いんですよね。向いてないのかな、この世界。どうなんですか。その世界と1泊とか2泊とかどう関係があるか説明してもらって。また怒られますよ。どういう関係があるか。いや、舞台とかでもほら、俺たちで2週間泊まりとかあるやんか。博多座の時とかどうしてたの？そうそう。俺出てないし、博多座はさ、帰るやん。いや、東京稽古とかの時どうしてたっけなと思って。そう知らんよ、言ってないんやかあ、言ってなかった。ら。
ダメよダメよ、叩いちゃダメよ。弘法大師様すいません。俺なんか久々の2泊3日って感じでちょっとワクワクが勝ってたけどな。やっぱさすがの私もコロナでずっと県外出れんかったらちょっと行きてえなと思ってますもんね。矢野くんはやっぱあるそれ旅行きたいみたいな。そういうのないです。そっか。そっかってこのうんこはこれなんかのうんこだな。鹿だよね多分。鹿いると思うよ。ペペ食えるか。鑑識俺マジ人生で一番一日で歩いてると思うな。下りはスピード出ていいけど足のダメージが今かなり溜まってると思うよ。ちなみにですけどお遍路ってどういう意味ですか？本当の意味を調べたことないですね。誰も知らずに歩いてるんですか？ここにスーパーでこう出しておきましょうかちなみにこういうことです。ダムだダム。おお、おお。ダムまで行かない。あの先です宿は。ダム相当遠いよ。今日通り越すんですか？今日。わそれキャンプしてるやん。プライベートで行くのキャンプ。いや行かない。セッティングとかしてくれたらいいなと思ったら。すいませんね。そっか。俺矢野主催の何かって俺結婚式が行ったことねえな。さあ一個一個が長いね。どんどんラフになっていってる。はい。ちょっと間隔上げて慎重に行きましょう。ボンディ？ボンディ？すごかったですね。すごかったっすね。もうでも半分してんじゃないですか。広坂。なんで下の名前言ったんですか。拾ったエロ本みたいになってる。痛くなってきた足が。これあと2日やれんのかな。こんなきついと思わなかったな。ちょっとごめんなさい。ペペが平呼吸。お前今のは自分で言ってるだろう。ごめんもう8時間ぐらいずっとかもしれないね。いやだとしたらなんかチャンスあったよトイレとかね。ビンタや。みんな疲れきてんね。申し訳ない。ここでのビンタきついわ。わいいね。スズムシかな。違うよ。じゃないですよ。これ何ですかね。日暮らしなんですかこれ。日暮らしって何？セミ？セミ？鳥じゃないの。みんなも曖昧じゃないですか。俺こういうことよくある。いやコオロギではないから。スズムシではない。新たなやつ。疲れてますわ。一旦止めましょうかカメラ。ずっと大橋です。橋これ。ゴリさんいい人。いや俺結構悪くないと思うけどな俺。根は。そんなことないか。誰も何も言わない。いいやつぶってんのかな。そういうのもなんか深く考えちゃうわこれ。それに対しても何も言わない。雨が降ってきた。風も。いや雨はちょっと気持ちが折れるね。早く暖かい風呂浸かりたいね。トミさんこれもう宿にダイレクトで風呂炊いてるんですかねもう。しかしな。これ明日カッパ着ようかな。いいんすよね着ても。ヒロタカがやりたいようにやればいいんじゃない。なんで下の名前本名。広高の道を行けよ。なんで本名だよ。鳴淵ダム。全然見ないって。うわめっちゃ濡れてる。セクシーやわ。セクシーゴリラ。ビタビタになった。 40？ 44。そうだそうです。実は44まで言わなかった。44って言ってた。あ、じゃあいるんじゃないですか。ちょっとなくなりそうやな。なんてこと言うの。来ました。やっとです。もう地獄だ。兄貴、師匠じゃない。兄貴ってお前。ちょっと待ってよお前。いや雨がすごくて。一個前から遠かったですここまでが。ああそうですね。じゃあお願いします。ありがとうございます。はいどうぞ。すいません本当に。酒蔵の焼酎を
ことづけてますので、宿の方に観光協会からしありがとうございます。っかり飲んでください。はい。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。甘いものとちょっとしょっぱいものと。そうですね。うまっ。うまいね。タルもうま。美味しい。よっしゃ。行くぞ。お世話になりました。ありがとうございました。43目指そう次。これ3万歩いったかな。28,300です。すごいね。もう7時間歩いてるもん。いや、もっとっすよ。違うか、10時間か。トミさんもそういう時は足して言っちゃっていいですから。ちょっと強いからいけるかな。うわ、足痛い。だ。43番。厄除けですよ、これ。ペペさん翻訳やけどね。翻訳で役はね、避けちゃダメっていうね、翻訳です。この世界は。芸人はね、役が回ってくるってことね。だからペペとかも、ほら、博多座とかで。俺出てないから。ロボットになってき入っていってください。おお、すごい。見て。いろいろありますね、篠栗だけで。めっちゃ珍しいのとか面白いお寺は。いやー、大変でした。ありがとうございます。あれでした。ありがとうございました。歩いたね。歩いたよ。ここもなんか低い、線路から結構低いよ、ここ。ここ電車通ったらちょっと怖いね。よいしょ。オッケー。よっしゃ。もう絶対20いってない俺の。気づきやがったか。明日1からちょっとあれしてもらおう。明日来ようか。お参りだけして。もう一個行く予定だったとこも一応見てみて、そうね。宿行こうか。さあいよいよラストです。ありがとうございます。今日ラスト。走れよ、走れよ。そんなアピールしなくて大丈夫。ここです今日最後。オッケーラスト。あ、ここも開いてない。ちょっと待って、また閉まってる可能性が。開いてる。あー来た。何かあったんですよ。呪文書いてないパティン。ふわっと終わるパティン。17最後本日こちらです。第17番。今日で何個でしょうか。何キロ歩きました。22キロ。急に足痛くなってきた。お疲れ様でした。じゃあ宿だ。宿へ向かいましょう。これか。あ、ここだ。それです。本日のお宿、貸し切りになってるみたいです。お願いします。大変だったでしょ。いやーもうきつかったですね地獄とはこのことでした。はい、さあ。残り3分の2頑張ろう。乾杯。乾杯。ゴリコラ史上一番頑張りましたよね。いやいや頑張ってますよ。焼酎紹介こちらです。ででー来ました笹栗伝説。住職が言ってた、差し入れしてくれた。住職が、実家で飲んでる感がこのバスタオルもすごい実家の匂いがしたのがすごいですね。実家でした聞いてきましょうか洗剤。大丈夫大丈夫。そういうことじゃないから。実家に聞いて。そういうことじゃないから。もううまい。うわフルーティーですね。ここめっちゃいいわ。全部家族で経営されてひいばあちゃんの頃からやられてるっていうか。いただきます。いただきます。うまい。前回の企画と比にならんぐらいうまい。タケノコこれやっぱ煮物は真ん中にドカンってなかなかない。うまい。僕バンブービジネスっていうのはやっぱあると思ってるんですよ。竹って早めに取ったらタケノコじゃないですか。成長したらもう箸になる。エジソンの電球もね、中にこう入れるやつ、竹が2番目に長かったんですよね、光。それこそなんでって言ってたエジソン。なんで坊やって言われてた。なんでもやな。ペペの最高形はエジソン。発明こそね、こもないけど。ゴリさんゴリさん道中で今日一回やられてるんですけど、ダイバーシティ問題。ダイバーシティはもう俺の中で響いてるよ。でも人それぞれやけん押し付けるもんじゃないっていうのはごもっともやもんね。新しいこう人間の付き合い方みたいなのもこのコロナ禍そうで順応できてないもんね。例えば明治維新でもちょんまげからね背広になった時もそうじゃん。それが初めて来た感じしない？俺たち変わるっていう、怖くてしょうがないわ。
いやゴリさんもずっと怖い言ってるんですよ。怖いっていうか不安っていうかね、今恋人とかどうしてるんですかねと思ってね。例えば遠距離恋愛してる人たちとか遠距離は辛いじゃん。辛いね。ペペはもう遠距離はもう別れるってずっと。9割分かる。遠距離は別れる今日の競争ですからね。エモリエなんてでも成功してるからな。1割です。いやないよその1割。お前ないやその今の顔。周りでいますエモリエ以外で。いやあるよ、ある全然。俺の先輩とかあるけどね。なんていう人ですか？平原先輩っていう人ちょっと調べます。乗ってるわけじゃない。阿部ちゃんっても遠距離じゃない僕大学時代遠距離の？ほら、でそのまま結婚しましほら、1割が多すぎるやん。います？ 2割じゃん。か。だからおったやん今。頭おかしいか2人でしょ？そこでお前。そこにいるやん。中学校の時にこう憧れてた80年代がキラキラしすぎてですよね。バラエティーもそれこそお笑いウルトラクイズなんてバス1台ドーンって海に飛び込ましたりとか、お笑いウルトラクイズとかさ、あとゴリさんは今分かりやすくやられてて、昔の良かった時の映像を見て精神を保っています。こっからなんかもがいていくしかないと思うんだよな。幼少時代に目指してたところにここに行きたいっていうところがもうちょっと情勢が変わってるもんね。でもそこの場所がない感じじゃないですかもう。ない感じがするんですね。今はスーパースターでいらっしゃるじゃないですか。ちょっと違うってことですね。そういう話ペペとか、まあ、後輩とするんですけど、でも俺たちってまだ良くないですか、その、キッズがいるじゃないですか、ゼップでイベントとかできるし、要はそういうことじゃないですか。なんか芸人なのに歌っちゃったり、まだ良くないですか。すごい恵まれてで、ね、そういうふうに言うしかないじゃん。俺たちは、幸せよねって言って自分をこう慰めるしかないよね。だから納得いってないっていうことですよね、ゴリさんの。一度きりの人生だからってこと。一度きりの人生だからいやだからそう言う意味ないですから心の中で届けていいだろう。ペペがちょっと第7世代みたいな感じで言ってくるんですよ。そんなことそのポジションやめろ。何なんだろうね。ゴリさんの何を不安がってんだろうね。なんかよくわからんね。でもやっぱ足りてないんでしょ。分かる、めっちゃ分かる俺は。俺でもトミさんとかペペとかも不安そうじゃないのも不安なんですよ俺。トミさんたちは今満たされてんだと思って。あ、そっち？それもある。だからなんかこうああそっかって熊田圭佑さんなんかそうなんか向こうがそうなんかで、俺たちは周りと群れすぎてたかもしれないですね。あ、もともと飲んだりしたら傷舐め合うじゃないですか。それができなくなったからダメージ食らってるって可能性ありますよね。大体ほら芸人とかでみんなでこう飲んだりしたら「大丈夫っすよ兄貴、兄貴の時代来ますよ」とかで悪い後輩とか飲んでるの。グッさんね今の。グッさんが大体言うやつ。ここで頑張るしかないっていうのは思いつつ、ちょっと不安があるっていうか、なんか寂しいとこはあるってこと。でもすごいなと思う。この時期に落ち込まない人ってペペがかっこよく見える。俺はトミさんもね。いやいやいや。なんすかトミさん、ペペと一緒にされたら嫌みたいな顔してます。いやトミさん今のあいつ悪いな。俺だって傷つくんだよ。言いがかりもいいとこだよ。トミさんいいですよ、みんななんかずっと不安な話ばっかりしてたよね。そんな話ばっかりしてもダメだな。いや頑張るよって表向きは酔うとなんかこうちょっとやっぱ寂しいね。本音がねそうポロッと本当飲みたいもんみんなとキッズでも。どういうこと？飲むのが少ないからっていうこで俺は絶こ対みんなのゴリプラの2週間楽しみにしてるんですよ。でペペがほら2泊3日でもうしんどいってさっき話してるんですけど、それ聞いてまた寂しいとね。ドライに感じて、それも寂しくなった。俺はお前らに会うため俺は寂しい。寂しくねえよ。彼女じゃないですか。でもそれで成立するんだもんなお前は。それが時代に変えてくるんですよ。コロナで飲めない寂しい唯一あるゴリパラペペが飲みたくない。ゴリさんぐる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 回る回るよ、時代が回るね。いや本当そう。俺が弱いんかな。やっぱ俺まあいろいろちょっとまあ今度いろいろあったから。何があったんですか。知ってた。まああれ結構ナーバスだから。お前もやっぱそうずっと同じこと言って強いねお前の。と。時代と合ってない苦しさってこ合ってないっていうか自分の気持ちがまだ納得してないけど今そっちの方が常識よってそことの狭間よね。無理でしょ時代に合わせるとか。俺たちがキッズがいるからそのいやいや今の味守っていこうよ。豚骨ラーメン作ってるのに、パエリアの店出すの無理じゃん。
俺めっちゃ今なんかいろいろ入れてるわ。入れてるよねこれいつもあなたの失敗するお鍋と一緒よ。そうだよ。でも仕事なんだけど俺本当にでも寂しい。どうしたら寂しくなくなるんですか、ゴリさんに。電話が欲しいです。スケールがすごいダウンしてるな。パラシュートからもう一回もないですから。森さんから理由なく電話かかってくるんですよ「てべちゃん」っつって「どうしたの何してんの今」何の要件もない電話がかかってきて30分ぐらい話して「じゃあね」っつって聞くんですけどちょっとでもどうなの？何がそのリクエストないの俺に。自分がこうちょっと迷ってるから、オーダーをしてくれってことよ。一回なんか発言した時に周り見る。大丈夫ですかって見ちゃう俺になってる。でもそれ見た方がいいと思うんですよ。だから今のままでいいんじゃない？そのぐらい見てた方がいいと思いますよ。今まで全く周り見てなかったじゃないですか、だから本当に退院してきた時は本当こうやってこうやってもう角が取れて丸いこうやって出てきたけどもう2ヶ月経てばもうこうなってたからちょっと誰ですか？奥さんはいはい大好き。はいはいはい。どうしたんですか？いや月曜からのスケジュールを出せと。来週っていつやだっけ？来週ですこれは厳しか。来週っていつやったっけってやばいっすよ。悲しいな。でも歩き続けるしかないですもんね、一気にね空飛ぶわけにいかんし、一歩一歩ね、何ができるかだよな。何を求められてるかっていうのもありますからね。なんかだけ寂しい俺はその YouTube でやっぱパラシュート舞台チャンネルっていうのもあるから頑張ってるし面白いしそこもちょっと寂しい。寒いよ。いや俺は入ってないやん。俺はパラシュート舞台やん。そこかそこかいや俺パラシュート舞台じゃん。いや違うやん一回断ったでしょ、西日とガストで。なんかすげえいろいろやってて光り輝いてんな。みんながそれぞれいろんな場所でこうやってるっていうのがもう寂しくてしょうがない。いやそれはええことやけどいいことだよね。来年よゴリさん。ゴリパラの10周年も今年じゃないんだから。なるほど。今年はもうただ立ってたら勝ち。もう人類。今日酒がうまいわ。だからもう俺はお前らはざっくり分析するともう飲みたいっていうもう寂しくて飲んでくれないみたいなとこになってますもんね。もうおっさんの寂しがり屋はもうめんどくさいですよ。結局寂しがり屋にコロナは辛いよって話なんですよね。今日もパパーって早い段階でもう部屋帰っていくお前の姿見たくない。ペペの部屋泊まる。もうマジやめ切らないでください。もっと喋りたいから。いやもういつもやったらもう切りましょうですけども切ったら帰っちゃうから寂しい。 10時間ぐらいもかかるいやでも本当や12時間ぐらいあるんだろ。いやこれが回ってるから大丈夫ですよ。トミさんいいっすよもう。お疲れでした。寂しいだけです。おい見たほら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 。やべえ帰れなくなった。